7月16日、与那江内閣は突如総辞職を決行。ここに強力新政治体制確立の中心的存在である近衛文麿公は、同日午後、軽井沢の山荘を入れ、急ぎ帰郷、荻窪の指定に入りました。翌17日午後7時20分、宮中よりのお召しの電話に接した近衛公は、直ちに宮中に3代、後継内閣組織の大名を拝しました。ここに近衛公は、まず陸海外の三閣僚を決定し、19日午後3時、荻窪の指定に4省会議を開きました。まず外務大臣に内定した松岡洋介氏、続いて陸軍大臣東條英機中将、最後に海軍大臣に留任した吉田前後中将。各手4大臣一同に会し、約3時間半にわたって我が国防外交の最高峰将議4氏の間に完全なる意見の一致を見ました。4省会議において組閣の基礎を固めた近衛公は、直ちにその他閣僚の選考に着手しました。各手慎重な組閣工作は22日に至りようやく完了。同日夕刻、新閣僚一同は花壇会館に会し、近衛公は宮中のご都合を伺って3代閣員名簿を法定いたしました。引き続き一同は宮中における信任式を終えて初の首相官邸入りをいたしました。まず海軍大臣吉田前後中将、外務兼宅務大臣松岡洋介氏、司法大臣風見明氏、商工大臣小林一三氏、逓信兼鉄道大臣村田正三氏、無任所大臣兼企画院総裁星野直樹氏、内務兼厚生大臣安井英二氏、文部大臣橋田邦彦氏、陸軍大臣東條英機中将。各手南極打開の決意も固く、官邸入りをした一同は記念撮影を行い、ここに第二次近衛内閣は強力新政治体制確立の重責を総見に、輝かしきその第一歩を踏み出したのであります。